今回は肘のトラブル、肘です。肘ね、肘のトラブルと枕の深い関係っていうことをお話したいと思います。肘と枕、肘枕みたいな、肘と枕と言っても、ね、なかなか皆さん結びつかないと思うんですよね。肘が痛いから枕、ちゃんと正しい枕使おうとか、新しい枕買いに行こうとか思わないですよね、普通ね、肘ではね。そもそもじゃあ肘ってどこのことですか？そうです。そこですよね。皆さんね、肘って言ってやっぱりね、ここって思うんだけど、実は肘の関節っていうのはここなんですよ。この中が肘の関節。これは中等といって肘の骨の一部分でしかないので、動かしてみてください。はい、動いているこのヒンジになっているところが肘関節なんです。ちょっとこっちの図見てください。はいね、ここ今言った動かしているところ、中身よく見るとこうなってます。はい、私で言うと、腕の骨、上腕骨っていう腕の上の骨があって、この部分が肘関節なわけです。で、先には2本骨あるの知ってます？ね、ありますよね。頭骨っていう親指側の骨と尺骨っていう小指側の骨、上腕骨は1本で、肘関節から先、末梢、先っぽは2つの骨に分かれている。これがうまく連動して曲げ伸ばしや外内外っていって、肘を回す動作ができるんですね。もしこれだけだったら、手先を例えばドライバー使うとか手首を回すってことはできなくなっちゃうから、かなり不便になるわけです。この部分が肘関節です。でも患者様はたまにじゃない、結構多いタイミングでこれが痛いんです、肘が痛いんですってくるんですよ。関節そのものではなくて腕全体の痛み、その中の特に肘が痛いっていうふうに言ってるんですね。伸びるんですね。私がまず肘が痛いっていう言葉を聞いた時に、診察中に何を一番先にするか、それは肘関節を動かします。肘関節を動かしても、可動域といって動きがちゃんと完全に曲がるし、ちゃんと完全に伸びる。そしてその途中で全く痛くない。これ関節問題なさそうだなと判断します。じゃあどっちが痛いのと聞きます。外側痛い、内側痛いのか、どんな風に痛いのか、じーっとしてても痛いのか、結構動いてない時にこそ痛い、じっとおとなしくすると気づくように痛くなってくる。これ別の原因なんですね。今日はそこのところをちょっとゆっくりお話したいと思います。まずは肘関節そのものの問題というところで、ちょっといくつかの病気を書き出してみました。読んでみましょうか。テニス肘、ゴルフ肘、中間症候群。ちょっと難しいけどね。これ私読みますね。離断性骨軟骨炎、中なり症。ちょっとどれか聞いたことあります？やっぱりテニス肘が一番聞いたことあります。有名ですよね。めっちゃ有名ですよね。はい、テニス肘は医学的に言うと外側上階って言います。で、ちょっと聞き慣れないけど、実はゴルフ肘もあるんですよ。テニスとゴルフって一緒なイメージありますなんかね、大して変わんないじゃないって感じしますけど、違うんですよ。肘に関して言うと使い方が違う。グーン、球がボンって当たった時のことをイメージしてください。どこら辺に力入ってそうです？グン、そこですよね。はい、じゃあ今度ゴルフ肘やってみましょうか。どこに力入ります？内側ですね。内側ですね。そうなんですよ。テニス肘は外側、ゴルフ肘は内側なんですよ。そのボールが当たる瞬間、もしくは、クラブがボールに当たった瞬間、イメージしてくださいよ。結構な衝撃が来た時に人間ってグッて力入れますよね。その力を入れた瞬間に
筋肉がくっついている骨、そこがぐーっと筋肉が緊張して骨から引っ張られる、その瞬間そこに炎症が起こってくるんですよ。だからテニス肘はバックフロー外側、ゴルフは内側、そこに負荷がかかって炎症が起こってくるので外側上下炎、内側上下炎と言います。とにかく肘に負担がかかるっていうところは分かりますよね。はい、あとはちょっと特殊な病気なんで、中部間症候群っていうこの肘の内側に神経が走っている、そこが後脈といって締め付けられる病気、また離断性骨軟骨炎は小児のスポーツ、野球などで肘に負担がかかって、骨の炎症が起こる。で最後中内症、私が救急外来に行ってると必ずや来る、子供が手が動かせなくなってお母さんは子供の手が外れましたと言ってくるこの中内症、輪状靭帯っていう肘の靭帯が弱いことによって、子供の骨がその輪状靭帯から外れかかる、それを戻してあげると元に戻るっていう、中内症っていうものがあります。いずれもこういったものは肘そのものの病気だけど、さっき言ったように肘動かしてもなんともない、腫れてもない、熱もない、炎症もない、そしてちゃんと十分動く、たらこれ肘じゃないんですよね。では今度は肘関節ではなく肘を司っている神経の話をします。はい、腕全体、上腕、前腕、腕全体を司っている神経の根元はどこですか？首ですか？首ですね。首から出た神経が腕、手先まで行ってますよっていう話です。こちらに模型があります。まず、正面から見ていただくと、首、脊髄神経、太い神経があって、そこから右と左に枝が分かれていく、経神経って首の神経ですね。そのたくさんの枝が1個ずつ穴から1本ずつ出ていて、1つずつ全部番号がついてるんです。3番、4番、5番、6番、7番、その1個ずつの番号に沿ってそれぞれ支配している、司っている腕の領域が異なるわけですね。はい、じゃあこちらご覧ください。はい、今言った番号っていうことと、どこの感覚を司っているのかっていうことを書いたデルマトームという、支配している図になります。はい、まず肩あたりは5番の神経で、腕になってくると外側から手のひらこう向けましょう。外側から6番、中央の7番で肘の内側走っていく8番っていうふうに感覚障害、感覚は司っている場所が違います。またこれ運動神経になってくると、それがまたちょっと複雑に噛み合わされて筋肉が動いていくんですが、感覚近くで見ると分かりやすいので、それぞれの神経の番号によってどこがやられるかってことが違うわけですね。だから例えばじゃあ親指から腕の外側が痛みが出て、首の姿勢によってビリ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 って神経が電気が走るみたいに痛くなったりとか、じーっとしていても小指側から肘の内側にかけて痛みがずっとあるとか、こういうのは首の何番の神経がやられてますよっていうことによって異なってきます。じゃあその原因が何かっていうと、例えば首の病名何か思い浮かびますか？頸椎椎間板ヘルニア。そうですね、頸椎椎間板ヘルニア。例えば、6番7番っていうところにヘルニアがあるとすると、7番神経がやられる。だからこの領域から2番の指が痛かったりしびれたりっていうことが起こるわけですね。そのように首が原因で腕が痛い、その途中の通り道である肘が痛いっていうことになると、これは枕の適用になります。特に朝起きて目覚めるとどこかの部分が痛いなんていうことがあれば、それは寝てる時の首の姿勢が悪くて神経に負担をかけている。だからこそ枕を整えて
症状を改善しましょうという話になるわけです。もし朝起きた時だけじゃなくて日中も肘が痛い、じーっとしててもズキズキ痛い、しくしく痛い、ビリビリ放散する、響く、こんな症状があれば関節を動かしてみてください。肘関節を動かしたからといって痛みが強くなるとかそういうわけでなければ、まずはこちら神経痛を疑ってほしいんです。いずれにしても整形外科に行けば診断はつきますので、肘周辺が痛い、もしくは肘のどんなあたりがどんなことをしている時に痛い、時間帯どういう時が痛い、これを正確に先生に伝えれば診断がつくと思います。意外とこの肘のトラブルっていうのが肘関節だけの問題じゃないですよっていうことをちょっと念頭に置いといていただくとちゃんと治療が進んでいきます。そして何より肘関節ではなく肘周辺含めた腕の痛みだとすれば、それは枕が有効だということもお忘れなくお大事になさってください。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。